伝説のタトゥーアーティストをレジェンドって呼んでるらしいです。こんな素晴らしい生き方があるんだなって。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。ついに新たな第1章がスタートということで、現在はですね、日本から約3000キロ離れた地、フィリピンにやってきております。フィリピンはですね、7000以上の島から構成された国で、人口約1億1100万人。で、言語はですね、タガログ語。で、公用語として英語も話されてるんですけど、街歩いた感じ、英語話せませんよという人は数多くいます。フィリピンという名前は16世紀、スペイン植民地時代に、スペインの皇太子、フィリッペ皇太子からフィリピンという名前が付けられたらしいんですけど、現在、首都マニラにいるんですけど、今回、フィリピンに来て一番したかったこと、世界最高齢、現在105歳のタトゥーアーティスト、フィリピン伝統カリンガタトゥーアーティストに今回ね、フィリピンの山奥に会いに行きたいなと思います。マニラでの、滞在期はバッパーライフで、撮影したんで、もしよかったら見てください。ということで皆さん、バモノス。はい、ということで皆さん、今から長い長い道のりのスタートです。伝説のタトゥーアーティストが住む場所は、フィリピン・ルソン島北部カリンガ州というところで、だいたいマニラから430キロ、440キロ離れた山の奥の奥の奥です。でですね、行けるアクセスの仕方はバスしかなくて、しかも夜行バスしかないって感じです。今晩13時間、14時間バスに揺られて、そのカリンガ州にたどり着くって感じです。ということで、行ってまいります。長い道のりやー。結構空いてるな、21番。今からカリンガ州に行くんですけど、その伝統タトゥーアーティストが住んでる集落の手前にボントクっていう小さい町があります。それで、そこまでこのバスで行くんですけど、情報がないです。そこからどうやって集落に着くのかっていうのを、情報が全然ないんですけど、聞いた話によるとガイドつけないと入れないとか、実際にそのボントクという町に行ってちょっと情報収集してからその伝統タトゥーアーティストに会いに行きたいなと思います。はい、ということで13時間後、ようやく一つの町に着けました。ここはボントクという町で、タトゥービレッジの一個手前の町です。タトゥービレッジには、店もないしレストランもないんで、ここで適当に買い物して買い出ししてそのタトゥービレッジに行きたいなと思います。聞いた話によると伝説のタトゥーアーティストに結構みんなお土産とか買って行くっていう話も聞くんで、ここでちょっと買い出してお土産とか買って、タトゥービレッジに行きたいなと思います。ちょっとここ標高が上がったんですかね、22度ぐらいで結構寒いです。バスの中もめちゃめちゃ寒かったですけど、ここも寒いです。街並みこんな感じです。Excuse me, sir. Do you know still Wongo Old still doing the tattoo? I guess. Yeah? Yeah, still doing tattoo. Yes, sir. Okay. Do you know how can I go there? You ride a jeep or bus beside the college. Okay. There. Oh, that's over there. Do I need a guide or something to go there? I need a guide. Yes, sir. Alright. You can go there. There's they will show you the tour guide there. Okay. 一応購入したのはもう105歳の女性、何買ったらいいんかわからんので、これはもう誰も好きでしょ、もう嫌いな人いないでしょということで、これと村ではライターとかじゃなくてマッチ使うらしくて、マッチも購入しました。マッチもこれ何個か、マッチ持っていったら喜ぶっていう話も聞いたんでマッチも買いました。はい、ということでバスターミナル来ました。このバスに乗って、行く感じです。バスはですね、朝の7時半と9時までしかないらしくて、1日2本しかないらしくて、タトゥービレッジの途中まで降ろしてくれる感じらしいです。ボントクからバスに揺られて眺めるフィリピンの景色、それはまるで天国にいるかのような絶景ロード。このさらに山奥にある村とは一体どんな村なのでしょうか。はい、今ここでですね、バスを降りまして、次はですね、モートバイクで、連れて行ってくれるみたいな。Where are we gonna go now? Up there. Okay.
今から空の上行きたいなと思います。Okay, you ready? Yeah. How long? 2km. Okay. いやーもう皆さんほんま感動もんです。もう見てください、牛もいますし、はい、今現在ですね、標高 1000m ぐらいです。わー。OK。Thank you very much。そう、今着いた場所がこの What's the name of the place here? ブスカランっていうところで、彼女がガイドをしてくれるみたい。ガイドなしで No guide you can't enter。You can enter if you don't have guides. ガイド、yeah. ガイドなしでは入れないということで、ちょっと今回ガイドしてもらいます。What's your name? お名前は Ambet, sir. Ambet. Yes. OK. よろしくお願いします。Nice to meet you. Okay, yes. Nice to meet you, sir. Yeah, thank you. Shota, OK? Shota. OK. So how long from here to the village? It's almost 45 minutes. 45 minutes? You're so very fast. そう、マニラからここまで14時間かかって、でそこからバス乗って1時間でバイク乗って20分なんで合計したら15、6時間プラス1時間今から歩くって感じで Very far from Manila. Yeah. Yes? Far, Yeah. とんでもない道を歩いていく感じです。山道。ものすごい綺麗な坂です。これがビレージへと続く階段です。皆さんついに着きました。めっちゃ遠かったぞ。もう最後の階段バテバテや。ということで着きました。ここがブスカランビレージです。はい、ということでついにやってまいりましたブスカランっていう集落なんですけど、ここに伝説のタトゥーアーティストが住んでる、集落ということで、標高ですね 1000m で、電気もなければ、携帯のシグナルも電波もありません。で、人口だいたい840人ぐらいの、小さな集落なんですけど、マニラから、1日かけてようやくたどり着きました。でもね、この町ですね、この集落ですね、もうすごい最低限度のものしかないんですけど、めちゃくちゃいいです。見てください。ね、鶏がね、こんな感じで普通に道端にいたり、ひよこもいます。じゃあひよこ踏んでもらいそうだよ。ここカリンガ州のブスカランという村には少数民族のブトブト族が住んでいます。カリンガは部族の言葉で敵、アウトローという意味。かつてここカリンガ州では土地をめぐった争いなので部族間の抗争が激しく、それに伴って首狩りが行われていました。カリンガ族はその戦闘能力と部外者への侮蔑により外国の支配下に入らなかった数少ない部族の一つ。そのカリンガ族の伝統こそがタトゥーなのです。And the people who make a tattoo, why people make a tattoos here? Yeah, long time ago, that's the meaning of having a tattoo. Yes. All the people that killed someone, you have to make a tattoo here. So like you fight and you won, okay, you make a tattoo みたいな感じ。Before, but now, just what you want to take a tattoo. Alright, okay, before, yes. And then that's the man, no? Man make a tattoo. Yeah. Oh, hello, how are you? That's her tattoo. Oh, okay, her tattoo. Yeah. Oh, looks so Dahil good. naman, pati ko yung noon. So girls has a tattoo, what does it mean? Sajaw sa ako kalas. Tattoo means it's all about just to make them beautiful. Ah, okay. So you have more tattoo, more beautiful for the girls, okay. Sadya. Okay. So girls has a tattoo and the men has a tattoo is different. Asti na Sadan laya ira ba mangfato. Boys. Baag. Okay, so boys, you fight and then you get you can cut person, the neck and then you bring back, yay, and they make a tattoo. Okay, so who did this one? Wongut? Sarang warus na pangud. Wongut, okay. Make. Can I see? Oh, beautiful, very beautiful, like tattoos. How long did it take to make this all? Usa erko. It's all about 4 days. Quikat. Quikat na One day. Juicy. Another day, the Wow. other day. Like Wow. 4 days.
Okay, so long Design. time ago, so they don't have a clothes. Yeah, So that's why they make it as a clothes. as a fashion, like a fashion. Ah, the from- fashions. yeah. Okay. Ah, It is okay. normal for them to just to see the breast like Ah, okay. that's normal Before. before. Mm. すごいインタレスティングですね。男の人は昔からカリンガは部族間で、戦争があって、男は首買ってきた人のみタトゥーが彫られて、でタトゥーがいっぱいある人は、その終わりを、強い戦士みたいな感じに認められ、で女性は、ファッション美のために、タトゥーが多い女性のほど男性から好まれてたらしいです。男性もタトゥーが多い女性好んで、女性もタトゥーが多い男性を好むっていう伝統が、この集落では昔からあるみたいです。めちゃめちゃインタレスティングじゃないですか、皆さん。いやー、ほんまですね、この集落の中迷路みたいになってて、もう、子供たちもはしゃぎ回って、で男性もね、女性もみんなめちゃめちゃ幸せそうに生きてます。犬も一緒に、鶏も一緒に。なんかすごいベーシックなことしかないんですけど、すごい幸せそうです。ここブスカランでは、米とかね、野菜でコーヒーとかもね結構栽培されてるみたいです。で、この土地段々畑みたいになってて、当時ねこの土地の所有権の争いとかで、部族同士で、戦争が行われてたみたいんですけど、もうブスカランすごい大きい場所です。米とかはね全部ここで自給自足で、野菜とかも全部このブスカランっていう集落で自給自足、してるみたいです。 Yeah, わ we call it balot. ー、バロッ Yeah, いう食べ物 balot. らしいです。 You have to try it. わー、ディフィカルで、わー、 Yeah. 子供卵できたちっちゃいヒナを食べてるって感じです。 Yeah. バロBalot. And here is toron ットロン。 with the stick inside. That looks so good. Yeah. そう、この町にで、この集落について一番びっくりしたのが、この後ろにいられる方も90歳なんですけど、100歳、90歳、80歳の人がめちゃくちゃ多い。で、その100歳、90歳、80歳のご高齢の人はもうこの集落中走り回って超元気。すごいです。この長寿の秘訣は何なんですか？ベーシックな生活なのか、自給自足なのか、この村で採れたもんしか食べない。これがやっぱり長寿の秘訣なんですが、すごいですよ。皆さん来たらびっくりします。80歳、90歳、100歳のおっちゃんおばちゃんがもう走り回ってるんですよ。すごいわ。いろんな人の話聞いてめちゃめちゃ面白かったんが、結構日本では若い世代の人たちとかやったら街とかに出て行ったりする傾向があるんですけど、このブスカランの人の若い人たちに聞いてみると、都市部には行きたくないっていう人も数多くいました。だから結構このブスカランの人たちは若い世代もずっと、このブスカランという生まれた集落に、永住するっていう感じが多いらしいです。これもちょっと日本とちょっと違う感じですけどね、そういう若い世代がいるからこそこのブスカランっていう、集落はこれからもね、伝統とともに守られていくんだなとも思いました。伝統タトゥーアーティストに会う前に、実はですね、このタトゥーですね、このタトゥー、これです。これが、ルースと2人で来たんですけど、6年前にこの地に来てタトゥー彫ってもらったタトゥーです。6 years ago was very different, like there were a lot of pig, and then also not so many constructions. Yes? Yeah. What happened to the pig? They are all dead. Dead? Dead, all dead. As Why? in dead. Because of the ASF, the African swine fever. アフリカのシックで、豚めちゃくちゃいたんですよ。皆さんこの村中に走り回ってたんですけど、全部死んでしまったと。 No more pigs now. Yeah, so Chicken only and the dog. yeah, a dog you eat? Yeah. Really? You eat dog? Apuhangud is eating dog. Oh yeah? Oh, it's delicious. That's her specialty. Dog. Okay, so then タトゥーアーティスト、105歳のタトゥーアーティストは、犬を食べると。スペシャリティ of her. So what's that? This one? カリンガ族のタトゥーを彫るときに使用するのはこの道具1本。針は金属ではなく、カラマンシーやポメロという柑橘系植物のトゲが使われています。松の炭と水を混ぜたタトゥーインクを皮膚に叩き込むのが伝統的な手法です。
タトゥー彫ってもらうにはこれをみんな個人で買うらしいです。I think I get this one? Yeah. How much? 100 pesos. OK、100ペソでこれ買えるらしいです。まあ、各自みんな同じの使いたくないんで、みんな一人一個ずつこれを買うらしいです。はい、ということで、いよいよ伝説のタトゥーアーティストに会う時がやってまいりました。Hello! Hello! How are you? My name is Shota. Nice to meet you. Nice to meet you. Shota. Huh? Yeah, this one for you. 現在105歳、世界最高齢のタトゥーアーティスト、ワン・オドさん。彼女はカリンガ族が数千年にわたり伝統的なタトゥー師に与えてきたマンバッパトクの称号を持つ最後の部族タトゥーアーティストです。And she does tattoo every day? Every day she does? Yeah. Wow. And since when she started tattooing? 15 years old. Wow, she's 15 She started make a design. Like when you pictured Yeah. She was the one who made it. Okay. Oh, she has tattoo. May laman na dyan. This is what she practiced Oh, she practiced first. herself. Yeah. Wow. ワン・オードさんがタトゥーを始めたのは15歳の時、名人とされていた父親から学びました。タトゥーの技術は伝統的に特別な男性のみがその技術を習得することを許されていましたが、ワングさんは例外でした。父親からその才能と可能性を見込まれ学ぶことができたのです。そのためワンゴ・オードさんはブトブト族で初めての女性彫り師でもあります。Warrior. Yeah. Yeah, warrior. The woman that you pictured. So, how is the secret how she lives long time? Yeah. Vegetarian. Ah, she's vegetarian. And the meat of the dog, of course. Dog and vegetarian. Chicken? Sometimes. Okay, but normally vegetarian, that's why. Wow. So you have a lot of tattoos, so you have a lot of boyfriends before. Ako daru ayaw mo sagwi. Warara. Kaya ko daru. Yeah? More. Many boyfriends. Many boyfriends. Oh, because you have a lot of tattoos, huh? Wow. Managwapo charu ay. They are all handsome. All handsome. Warrior. Warrior. Yeah, okay. So She here. doesn't like men that is not handsome. Ah, she only likes a handsome boy. Oh. She only likes handsome boy. Ah, okay. Wow. So how many hours she works per day? It depends. Okay. But in weekend, the whole day. All day. But like this, the weekdays. All around the world people come here, no? To visit her. Wow. 昔はすごいたくさんのデザインのカリンガタトゥーを彫ってたらしいんですけど、現在は高齢ということもあって、ウォンさんのシグネチャーサインですかね、サインの3ドットのタトゥーしか今は彫らないみたいです。3ドットもですね、すごい意味があって、ウォンさんのお孫さん2人とウォンさん1人っていうことで、3ドットで、その意味はこのカリンガタトゥーを次の世代へ伝承していってほしいっていう意味も込めてのこの3ドットっていうことらしいです。そう現在なんですけど、ワンゴードさんの、お孫さんの、タトゥーの彫る場所に来ました。ワンゴードさんのお孫さん2人がワンゴードさんの最高弟子と言われてて、世界各国からドイツ、ヨーロッパ、フランス、ヨーロッパとドイツとフランス全部一緒やね。世界各国から、このワンゴードさんのタトゥーを求めて、長い道のりを得てこのカリンガブスカランまで訪れるそうです。すごいです。ここ来る前にですね、記事で調べたら、現在タトゥーアーティストは20人ぐらいしかいないっていう話だったんですけど、このローカルの人に聞いてみたら、現在タトゥーアーティストは200人、このブスカランの中にいるみたいです。で、もともと僕が6イヤー6年前に来た時は、2人、ウォンゴ・オーズさんとそのお孫さんの1人だけしかやってなかったんですけど、現在は200人ということで、このブスカランは現在、タトゥーで
生計を立ててるということらしいです。もちろんですね、食べ物とかは、自給自足で米とか野菜とか、自分たちで育てて、鳥とかね、あと豚とか、犬とかはこの辺にいるんで、全部それを自給自足で生活してるみたいで、も基本このタトゥーで、この村ブスカランは生計が成り立ってるみたいです。このブトブト族のカリンガタトゥーの意味は結構いろいろあって、土地特有の意味があったり、太陽とか山とか自然動物のデザインが主らしいです。でウォングさんはこのカリンガタトゥーの伝統一本でこの集落に光を与え、でたくさんのね、観光客が訪れるようになって、このブスカランっていう街は成り立ってる、ウォングさんの偉大さ、もうこの集落の人みんな、ウォングさんのことに対してもうレジェンドと呼んでるらしいです。この伝統を守り続けようというウォングさんの姿勢とこの集落のみんなの、姿勢が今のブスカランが、あるんだなと思います。めちゃめちゃ、尊敬で、リスペクトですね。6年ぶりに来たブスカラン、少し変わったもののワングさんの元気に伝統を守り続ける姿と、このブスカランの人々、生活、自然は6年前と変わりません。この先一生忘れることのないこの村で2泊3日の新しい記憶としてワングさんの3ドットを刻みました。緊張します。これやっぱ普通のやつよりだいぶ痛い。It's much more painful than normal one. 感じ的にはほんまになんていうの、普通のマシンよりだいぶ痛いです。でもブン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 刺さってるなって感じで、これ This is for the souvenirs? My gift? Okay, thank you very much. そう今なんですけど3つのドット、痛みはそんなにないです。なんていうんですか、やってる時はちょっと痛いなって感じだったんですけど、そこまで痛くないって感じです。で記念にニードルあれもいただきました。記念に持って帰ってくださいということです。でその他にもカリンガのタトゥーはこんな感じで、基本みんな来た人はこのカリンガのデザインの中から選んで、その中のデザインを実際にここで彫ってもらって、デザインもたくさんあります。前回ね僕来た時に、このタトゥーを入れてもらったんですけど、このタトゥー入れてもらった時は彼女の、グランドーターにこれ彫ってもらいました。で今回はウォングさんに、この3つのドットを、彫ってもらいました。ここ来た記念として、2回目来た記念として、この景色とこの人と、この匂いとこの音に五感に記念としてこの3つ入れました。この村に来て思い出さされた何気ないことを話して思いっきり笑い合うこともできる幸せ。ワング・オードさんにタトゥーを入れてもらったその日、村人たちと素敵な夜を過ごしました。ブスカランでの滞在の様子はバッパーライフでも更新するので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ということで皆さん今回ですね、このブスカランの地に2泊3日滞在しまして、ほんまたくさんの人と出会い、こんな素晴らしい生き方があるんだなって改めてね実感させてもらいました。2泊3日ってね、短い時間で全然足りないんですけど、また改めて地球にはこんな生き方、こんな人たちがいるんだなって再確認させてもらいました。3年ぶりに、海外に出てきてですね、これから、地球の一部いろんな各地をね皆さんにね報告というかシェアねできたらなと思うんで、皆さんチャンネル登録のほどもね皆さんよろしくお願いします。でワング・オードさんもこれからもね、若い世代に、次の世代にこの伝統あるカリンガタトゥーを伝承していきたいという気持ちのもと、これからもタトゥーを彫っていきたいっておっしゃってました。健康に、気をつけてね頑張ってほしいものです。今回はですね、フィリピンのブスカランっていうね、山奥の集落から皆さんにシェアしました。ということで皆さんもし動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどもよろしくお願いします。ブスカランバイバイ、皆さんアディオス。